こんにちは、ログコです。皆さんは手帳や日記がなかなか続かないなとか、手帳でこうやりたいけどうまくできないなとかってお悩みはありませんか？今回は文房具メーカーみどりさんから出ているゆるログというノートを使ってそんなお悩みを解決していきたいと思います。ゆるログの出たばかりの新作もご紹介しつつ、よく三日坊主になる私なりの使い方をお伝えできればと思います。実はこのゆるログ、私が文房具にハマったきっかけでもあるんです。そんな思い入れのあるノート、手帳初心者だった私でも気軽に始められた工夫がたくさん詰まっています。ページがちょこっと垢抜けて見えるコツや、それぞれのノートをじっくり紹介しているので、スキップしたい方はコメント欄の目次から飛んでください。それではスタート。ゆるログはみどりさんが出しているゆるく楽しく日々の記録が続けやすいノートです。続けやすいポイントはいくつかあるんですけど、まずこのノート結構薄いんですよ。可愛い表紙につい目が行きがちなんですが、見てください。よく売られているノートに比べて厚みがあまりないですよね。しかも紙自体の厚みも一般的なノートに比べると気持ち厚め、ページ数も80ページという程よい量なので、一冊を書き終えやすくなっています。サイズは B6 で、片手を広げたくらいの大きさです。大きすぎず小さすぎず、とても書きやすいサイズ感だと思います。それからゆるログといえば、何といっても表紙のデザインが全部で8種類もあるので、自分の好みのデザインを選ぶことができます。ノートの表紙が自分の好きなデザインだとついつい手に取ってしまいますよね。もともとは5種類の表紙があったんですが、最近さらに3種類新作が出ました。どれもこれも素敵なデザインなので、逆にどれにしようか迷っちゃうかもしれません。そしてノートだけで終わらないのがゆるログのすごいところ。この専用のシールです。またこのシールがね、可愛いんですよね。ノートの絵柄に合わせておしゃれに簡単にデコできるように、こういったフレーム系やライン系、挿絵系のシールがなんと2シート分も揃っています。この気遣いが素晴らしいですよね。しかも専用のシールなので、ゆるログのページにバッチリ馴染みます。ゆるログの紙って真っ白じゃなくて目に優しい黄色みがかった色なんですけど、ゆるログのシールはまるで初めからページに印刷されてたように自然に溶け込んでくれます。そして今回新たにスタンプまでも登場してしまいました。いやもうね、動物とかスイーツとかお花の絵柄とかですね、この行き届いた品揃えがもう本当にありがとうございます。ケースにもロゴが入ってて可愛いんです。その中から私はカフェ柄とスイーツ柄と、それから猫柄を購入してみました。かわいい。スタンプの持ち手がコルクになっているので、見た目以上に軽いです。押してみるとね、こんな感じで色までカラフルなんですよ。気軽に押せる浸透印ですしね、スタンプ台がなくても押せるのは助かりますね。ここでそれぞれのデザインについて紹介していきたいと思います。まずは青い北欧柄。こちらは新たに朝子さんのイラストで、ページごとに異なる北欧らしさを感じるデザインになっているとのことです。このね、青だけで表現してるってところがなんか陶器のね、付けみたいでおしゃれですよね。中を開くとまず表紙があるんですけど、ここにね、ノートのタイトルとかいつから書き始めたか日付を書くといいですよね。で、中のデザインは4種類あって4つのテーマでね、描かれています。こちらは骨董市というデザインですね。それから街並みと夜空、こちらが夜空のデザインです。それからフィーカというデザインがこちらで、フィーカというのはスウェーデン発祥のコーヒーブレイクのことらしいんですが、甘いものと一緒にね、リラックスできる大切な時間なのかなと思います。4つ目は森とトナカイというページです。本当にね、センスが弾けてて、些
挿絵に合わせて青色のペンでささっと描くだけでもいい感じのページができちゃいそうです。続いて旅とホテル柄。こちらはまた色味が変わって本当に素敵なんですが、高丸優香さんのイラストで旅行先のマップのような表紙になっています。かわいいですよね。広げるとホテルを中心とした地図になってます。本当におしゃれな街に旅行に来たみたいな気分が味わえますね。そしてこちらはホテルの廊下というページになります。こちらがお部屋というデザインのページになります。お部屋のイラストはこのような感じになっております。こちらがバルコニーから見た景色というデザインです。そしてこちらはサラベルさんのイラストでテキスタイルのように果物や植物を描いているというモチーフテキスタイル柄です。サラベルさんはイラストレーターでもあり、テキスタイルデザイナーでもあるそうで、インスタグラムにはですね、すごく素敵なスカーフとかアパレルアイテムもね、いろいろ載っておりました。海外のテキスタイルをイメージして作られているそうです。ここからは定番の表紙をサクッと紹介していきます。まずはななこさんというイラストレーターの方が描いた森の動物柄という表紙です。まるで絵本のような世界観です。お次はこちら、堀部久美子さんがポップな色使いとおしゃれなパターンで猫ちゃんたちを描いております。実はゆるログって表紙がですね、それぞれのデザインによって紙質がですね、実は違うんですよ。実物見るとね、より分かりやすいんですけど、こういった紙の違いもね、細かいですよね。猫柄は割とこう布のような、壁紙のような質感の紙になってます。横並びで寝てる猫ちゃんがめちゃくちゃ可愛いですね。そしてお次はマイライフ柄。こちらはクレヨンと鉛筆で大胆なタッチで描かれた宮崎蘭さんのイラストです。それからこちらは新作も描かれてました。新たにあさこさんによる北欧柄のデザインです。そしてここまで7種類のデザインを紹介してきたんですけど、どれもこれも可愛くて選べないとお困りの方には、ひとまずこちらの水彩柄をおすすめします。こちらは特にイラストレーターの方とのコラボではないようなんですが、めちゃめちゃ使いやすいです。で、私もこれをですね、今使っていて、このね、淡い水彩のイラストが程よい存在感なんですよ。書いてる文字を邪魔しないというか、むしろ引き立ててくれる感じなんですよね。もうね、このノートはめちゃくちゃおすすめです。かわいいですよね。あとはマンスリーやスタンプを押しても裏抜けしないさらに厚口の方眼ノートなどがあって、かゆいところに手が届くラインナップですよね。で、方眼ノートは2ミリの小さめのサイズで、開くとね、表紙が素敵なイエローなんです。この紙がね、結構厚手の紙なんですよね。こう弾力があるというか、しっかりした紙になってます。試しに方眼ノートにみどりさんのペインタブルスタンプを押してみました。押してみるとこんな感じで、少し透けるけど全然裏抜けはしてないですね。通常のゆるログは若干裏抜けしちゃってます。冒頭でもお伝えしたんですが、このゆるログ、私が文房具に完全にハマったきっかけでもあるんですよ。文房具屋さんでゆるログのリーフレットが置いてあって、可愛いな、これなんだろうなと思って、そのリーフレットだけ持って帰ったんですよ。家でゆっくり眺めてたら、なんかね、もうどんどん欲しくなってきて、それでみどりさんのオンラインストアですぐノートとカバーとシールをね、一式買いました。それから気になっている文房具についてゆるログに書いてみたり、購入品の記録をつけてみたり、とにかくもう何でもゆるログに
書いてたんですよ。でそれがもう本当に楽しくて、ゆるログのすごいところがこのノートの中のデザイン、カラーでいろんなイラストが最初から描かれてるノートってなかなかないんですよね。なのでそれがまた可愛くてテンション上がって描こうかなっていう気分になるんですよね。さらにそのイラストとリンクした専用のシールが用意されてるっていうのがですね、本当にすごいなと思って、そうしてシールを貼っているうちに他にどんなシールがあるんだろう、ゆるログに合うペンってなんだろう、ちょっとスタンプを押してみようかなって、もうあっという間にね、シールとか筆記具、スタンプ方面へも関心がどんどん広がっていっちゃったんですよね。多分意識しないだけでもともと文房具は好きだったと思うんですけど、私にとってはですね、ゆるログがもう全ての始まり、文房具沼の入り口だったなと思います。皆さんもそんなきっかけの文房具があったら教えてください。そんなこんなでですね、ゆるログの全8種類をじっくり紹介したんですけども、ちょっとね、もうこれ選べないよって、どれも可愛すぎるよ、そんな方に朗報です。このゆるログ専用のカバー、ちゃんとロゴが入っててすごく可愛いんですけど、こちらを購入すると漏れなく2冊セットで収めることができるんです。ということは2冊買っちゃっていいっていうことにもなりますよね。なのでぜひこれだというお気に入りのデザインの組み合わせでセットアップしていただきたいと思います。ここでページをちょっとおしゃれに見せるコツをご紹介します。ポイントは全部で3つあります。まず1つ目は余白をしっかり作ることです。ゆるログの特徴ってやっぱりこのカラーのイラストだと思うんですよ。なのでこのイラストを活かせるようにページが使えるとよりおしゃれに見える気がします。例えばこのページだったら余白をしっかりめにとって、この中央のあたりに文字をギュッと固めて書く。もちろん上から下までびっちり書いてもいいんですが、それはそれで読み応えあっていいんですけど、余白を多めに取ることによって後から見返す時もちょっと読んでみようかな思いやすくなるんですよね。で2つ目のポイントはこのね、専用のシールを貼ると一気にページが垢抜けるので、ぜひセットで使っていただきたいなと思います。とっておきの記録にはね、フレームシールを使ったり、この LINE のシールでページを分割するのもいいですね。難点としてはこのシールが可愛すぎて使うのがもったいなく感じてしまうところなんですけど、でもね、そんな時は勇気を出して使ってまた追加のシールを買いましょう。ちょっとね、シールが可愛すぎて書き始めも勇気がいったりするんですけど、ぜひ空白を怖がらずに余白を楽しんでいただけたらなと思います。あと同じくみどりさんから出ている貼って剥がせるマスキングシールのこちらのシリーズもすごくおすすめです。手書きタッチで手帳に馴染むと書いてるんですけど、この威力が結構見た目以上にすごくて、こうやって吹き出しをつけてみたり並べて貼るだけでもめちゃくちゃ可愛くなります。3つ目のポイントはこちらのマーカー。私マーカーの中ではこれが一番大好きなんですけど、サンスターさんから出ている淡いマーカー。この淡いマーカーがですね、水彩のようなタッチで描くことができるんですよ。それがね、またこのゆるログに絶妙にマッチするんです。これぜひ見かけたら試していただきたいんですけど、こうやって点で囲うだけでなんかね、水彩っぽいような感じで可愛くなるし、ガーッと塗りつぶしてその上から描くだけでも可愛くなるんですよ。こうやって塗っても裏写りもないんです。ささーっと描くだけでなんか勝手にね、おしゃれな感じの仕上がりになっちゃうんですよ。なのですごくおすすめです。全体像はね、こんな感じなんですけど、これにちょこっとシールを貼って空いてるスペースに記録を書いたらこんな感じで可愛い仕上がりになりました。
3つのおしゃれに見えるポイントをご紹介したんですけど、ゆるログはやっぱり元々のデザインが可愛いので、飾りすぎなくてもね、バランスよく見えるのが嬉しいところです。ぜひ参考になれば嬉しいです。最後にこの可愛いシールを眺めながら続けるヒントと、この記録の効能っていうのをお話ししようと思うんですけど、このノート私は全然毎日書いてないんですよね。本当に思い立った時、これ書き残しておきたいなーって時だけ書くことが多いので、もう全然一月空いたりとか、下手したら半年間が空いたこともあるんですけど、でもやっぱりですね、このイラストが全ページ入ってることで、全部のページがつながってる感覚があるんですよね。毎日書いてなくても罪悪感が全くないんですよ。気が向いた時に気ままに書いていいんだっていう風に思えるのがゆるログのいいところかなと感じています。そして書き続けていると、全然大したことじゃなくても、その大したことない記録が今の自分を明るく照らしてくれるというか、何気なく日々を過ごしていると忙しさに追われて気づいたら一日が終わっていたとか、今日も昨日と変わり映えのない一日だったなとか思うこともあると思うんですけど、でも些細なことでも毎日何か起きてるはずなんですよ。例えば今日はいつもより少し早起きできたとか、晩ご飯のメニューが家族に好評だったとか、他人からしたら興味のないことでも自分で感じたことは些細なニュースですよね。それを思い立った時に日々の記録として残しておくと、後から振り返った時に、ああ私って日々をしっかり過ごしてたんだなって過去の自分に元気をもらえる時があるんですね。でそんな自分専用のノートがあるって素敵だなと思います。そんなことがあって、記録の力って面白いな、誰かに伝えたいなっていうのもあって、この YouTube チャンネルを作りましたっていうね、背景も実はあったりします。私は今この水彩柄に子供の記録を書いています。その日あったクスッとしたこととか、可愛いなと思ったこととか、たまにはね、育児の悩みもぼやいたりすることもあるんですけど、後から見返すと子供の成長を感じるのはもちろん、すごく幸せな日々を過ごしてたんだなって思えるんですよね。大したことは全然書いてなくて、子供の面白い言い間違いとか、一緒に見た動画が面白かったとか、そんな些細なことなんですけど、でこっちのノートには私の文房具愛が爆発してまして、文房具についてのあれやこれやが書き殴られています。でちょっとね、オタク全開なので開くのはやめておこうかなと思うんですけど、でもね、見返すと面白かったんですよ。ロルバーンは一期一会だとか名言みたいなことも書いてて、綺麗に書けてなくても後から見返す楽しみっていうのがあるなと思うんですよね。ノート自体が可愛いから、ついつい手に取って見返したくなるっていうのもゆるログの素敵ポイントかなと思います。ゆるログは私にとって文房具の原点です。記録するって楽しいなって気づかせてくれたノートです。あなたも今日の自分のニュースを記録してみませんか？きっと未来の自分がノートに記録しててよかったって思える時が来るんじゃないかと思います。未来への種まきをぜひゆるログで始めてみてください。ではまたゆるっと動画更新するので、ぜひ通知をオンにしてお待ちいただけたら嬉しいです。ログコの机からお届けしました。バイバーイ。